Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe and this is Sutan. Today, we have invited a special guest. こんにちは、着物ママです。今日はなんとスペシャルゲストに来ていただきました。前回の動画で茶碗蒸しをしたんですけども、海外の方にお出汁ってなかなか馴染みがなかったようで、今日は大阪で240年も続く昆布屋さんをしてはる小山さんに来ていただきました。いろいろお話を聞いてみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小山です。YouTube デビューしました。YouTube デビューしました。小山さんはパパのお友達で、いつも家族で仲良くさせてもらってます。今日はお出汁のスペシャリストとして和食の基本のお出汁について教えてもらいましょう。これが昆布、海藻の一種ですね。こちらが鰹節。それではお出汁教室始まります。今日は着物の紹介もしているので、ぜひ最後までご覧ください。今日は出汁のお話なんですけど、まずはじめに、ちょっとお味噌汁を2つ飲んでいただこうかなと思いまして、これとこれですね。まず先こっちもこれいただきます。美味しい。美味しいですか？はい。あとこれと見た目じゃあんまり違う。はい、見た目同じです。すごい美味しい。よかった。すごい美味しい。これはですね、2つ同じ、どちらも味噌汁なんですけど、初めの方は味噌を水で割ったもの、でこっちが2つ目飲んでもらったものが味噌をお出汁で割った。へー、こんなに違うものなんですね。お出汁使ってる方が深みがあるみたいな。そうですね。まったりした感じ、美味しい。それがですね、出汁といえば今もう世界的に結構みんな知ってますけど、うまみっていう、うまみは聞いたらよく聞くと思うんですけど、うまみってどんな味ですかって言われると結構難しい。どんな味だと思いますか？うまみっていう味って言われても難しいですよね。難しい。うまみ以外のどんな味がありますか？甘いの。甘い、はい。苦いの？苦い、はい。苦味。あとはしょっぱいの。しょっぱい、はい。塩ですね。塩味。はい。あとは酸っぱいの。酸っぱい、はい。酸味です。あともう一つあります。なんでしょう。なんやろ。が、うまみなんですね。舌で感じる味っていうのはこの5つあるって言われてまして、100年前ぐらいまではこの4つの味だって言われてたんですけど、このうまみを日本人が昆布だしから発見しまして、今はもう世界のスタンダードでこの5つの味というふうに言われてます。でそれで今の私が話しただしっていうのは全くこことは関係なくて、このうまみの部分になります。そしたらこのだしを、これちょっと2つのだしさっきみたいな感じありますんで、こっち飲んでからこの次こっち飲んでください。濃さが違う。ちょっとね、色が。じゃあこれをまずいただきます。美味しいけど、いつも飲んでるのよりはなんかちょっと違う。水っぽいか。だいぶ色が濃いですね、こっちの色がね、さっきと比べると。美味しい。これは美味しい。これね、初め飲んだやつって何の出汁かわかりますか？これカツオの出汁なんですよ。そうなんですか。これただのカツオ出汁ですね。これだけだとやっぱり美味しくないんですね。なんか水っぽい。水っぽいですよね。それしかもちょっと酸っぱく感じ。確かに酸味みたいな。で、この2個目に飲んでいただいたのが、これが昆布とカツオ出汁なんです。こんなに違うもんなんですね。これだけ違うんです。これがなぜかという話なんですけど、よく日本の出汁っていうのはこういう昆布とカツオを混ぜ合わせるんですよね。それが基本の出汁って言われるんですけど、カツオだけだと美味しくないんですよ。昆布だけでも物足りないんですよ。昆布もカツオも同じ旨味なんですよね。昆布が、植物性の旨味で、カツオが動物性の旨味に分かれる。そうか、カツ
ツオはお魚で、はい昆布は植物、海藻ですもんね。そうなんです、はい。うんうん。これがすごい大事なんですけど、下には5つの味があります。うんその中の旨味で植物性と動物性があるんです。うんうんうん。これだけでも美味しないんです。あ動物だけでも物足りない。ーこれ合わせるとより美味しくなるっていうのがその相乗効果って言われるんですけど、へー 1+1 が2じゃなくて、7にも8にもなります。うんうんうん例えばトマトソース作ります。うんうんうん。トマトソースってどんな味します？ちょっと酸味が強いですよ酸ね。味確かにありますよね。トマトなんでこれあります。旨味を結構持ってるソースなんですけど、例えばトマトソースとミートソースどっちが好きですか？ミートソース。ミートソースが好きですか？それはどっちが好きっていうのは好みで、どっちが美味しいっていうのは好みなんですけど、うんうんトマトソースっていうのはこの植物性の旨味のソースなんです。うんうんうん。トマトと玉ねぎとオリーブオイルとか使いますよね。うんこっちのソースなんですよ。これにミートを入れるとより旨味が増しますよね。うんうんうん。それはトマトと肉を合わせてるので、より美味しくなる相乗効果。はあ、なるほど。和食っていうのは特に関西においてはこの昆布だし、植物性の旨味がベースなんですね。だしにおいてですね。それが世界においてもとても珍しい。へえ。海外に行くとこっちの動物性のだしばっかしですよね。ああ、そうですよね。シチューにシチュしても。ーとか、牛肉使って鶏肉使って、魚で出し取るっていう、こっちの出汁がメインなんですけど、昆布は、特に関西においてはこの植物性の旨味の出汁がベースだっていうのが、世界的に見てもちょっと特殊な料理につながります。最近ベジタリアンの人とか多いですもんね。なんかそういう方にとってはお出汁昆布はもう最適です。いいですよね。はい。この植物性の旨味っていうのはグルタミン酸ってよく言われるんですけど、一番グルタミン酸持ってるのは昆布なんです。動物性の旨味をイノシン酸ってよく言うんですけど、イノシン酸で、最強のものを入れた鰹節なんです。その世界的に世界的に見てもう最強なんです、この2つが。だからこれとこれを掛け合わせたら、一番美味しい出汁ができるんです。植物性と動物性で。それが日本が生み出した技術で、今日持ってきたのが2種類で、だしに向いてる昆布はこの2種類しかないんですね。でもスーパーで売ってる昆布はこのぐらいのパックにもう細切れになった昆布が入ってるから、こんな大きい昆布を間近で見たの初めてで、ないですよね。こうやって見ると結構大きいでしょ。すごい大きい。こんだけこんな立派な。これ折ってあるんですか？折ってあるんですよね、これ。すごい。ビヨーンってのこう入ってるわけです。3等分か。はい。これ世界一硬い食べ物なんですよ。すごい。これ私お恥ずかしながら鰹節もこの生で見たこと初めてです。あ、そうですか。いつももう削ってあるこの状態のやつはスーパーでよく買うんですけど、この状態のこれじゃ売ってないですね。見たことないかも。こういう感じで削りこれほんまに木すごい。こういうことですか？はい、それで押した時に削れますね。おお、そうです。こういうことか。はい。これでいいのかな？これで削れます。一回中見てみてください。あ、ほんまや。どうですか、お姉さん。おお、すぐ。食べていいよ。美味しいわ、これ削りたてやもん。ママにもくれる？ちょうだい。あ、美味しい。美味しいな。美味しいな。昔はこれ家庭でやってたんですよね。そうですね、はい。ご飯作るのも一苦労ですよね。ずっと食べて。美味しいね。美味しい。大体70度から90度ぐらいのとこに30分ぐらいつけといたら出ますんで、取れます。昆布だしは別に沸騰してっても構いませんけど、昆布を取り出すんですね。こっちに。すごいいい色。それで結構もうこれしっかりと昆布だしが出てますね。それ昆布だしを沸騰させて、
それで沸騰した火を消してカツを入れると。それで火消していただいて消して入れます。はい、すぐに。はい。これで2分ぐらいですね、放置します。はい。笑ってくれた。わあ、めっちゃ美味しそうな匂いする。ね。すごい綺麗な色。黄金色まさに。ちょっと匂い嗅いでみ。いい匂いするな。今だし取っていただきましたけど、はい。だしっていうのはこれ3つの要素しかないんですよ。水と昆布とカツオだけなんです。その3つの素材を、の中で一番大事なのはまず水なんですよ。気にしたことありますか、水？いつも水道のお水で水道水ね。日本の水はほとんど水道水飲めるんですよね。それだしに取れます、日本は。でも海外に行くと、やっぱりその水道水ではだし取れないんですよね。それはその水の硬さって言って、この硬度っていうのがあるんですよ、水に。ここの裏の成分表示見ますとね、硬度って書いてあるんです。これ例えば硬度約30ミリグラム、軟水って書いてあるんです。柔らかい水なんですよ。で例えばこっちのエビアン見ると硬度340って書いてるんですよ。こっち30なんで50倍ぐらいあるんですよ。これは硬水なんですよ。硬い水なんですよ、エビアンは。硬水では美味しいだしは引けないですね。これ柔らかい水だと、うまくこう水が昆布入っていくんですよ。で日本の基本的に和食には絶対軟水が向いてます。それでだしでこれ塩分を測ります。これさっきのだしだけですけど 0.2 なんですよ。だしだけだと、これね、ここ0からスタートしていきますよね。これぐらいしかないわけですよ、塩分が。これだと美味しくないので、ここに塩を入れて、ここまで持っていくわけですよね。で例えば塩じゃなかったらお味噌汁作るときは味噌をここまで入れるわけです。塩分で醤油やったら醤油でここまで入れて、ここに味を合わせていく。すごいわかりやすい。これ塩分の濃度、こういうのがあるので、これは2,3000円で売ってますんで、ぜひ買ってください。自分のね、味覚をいただけるんですか？嬉しい。やっぱり味噌汁なんか作るのも、だしに味噌溶いていって、これ塩分濃度計味見しなくてもこれで見てたらいいんです。でも海外の方とかでお出汁自体に馴染みがない人は正解が分からないですよね。分からないから、これ数値で出てきたらすごい分かりやすいですよね。スータンはそのお出汁を毎日飲んでるんですけど、これも小山さんのところのお出汁パックなんですよ。これなんかティーバッグみたいになってるんですよね。沸騰した熱湯にお茶を煮出すみたいな感じも普通のティーバッグみたいになってて、これを毎日離乳食の時飲んでるから。これは普通だしパックで粉とかねになってるんですけど、ちゃんとした削り節の形になってて昆布も入ってるんですよ。だから本格的なだしが飲めます。2分で取れます。これすごい手軽でいいですね。手軽で、はい、ぜひこれ毎日飲むと一発でだしの味を覚えると思います。じゃあこれからも引き続きお出汁飲みましょう。このお出汁を使ってちょっと限界やな。ちょっと限界やな。どうでしたか？小山さんありがとうございました。大阪からわざわざ来ていただいて。楽しかったです。すーちゃんありがとう。ありがとう。ありがとうございました。だし飲んでください。はい、では今日のまとめ。お出汁は旨味の成分でできています。動物性と植物性の旨味を掛け合わせた
相乗効果でより美味しくなります。お出汁を取るときは軟水を使いましょう。0.9% の塩分濃度を目指して味付けしましょう。お出汁が取れると塩分を少なくしても十分美味しく感じるので減塩効果があり健康にもいいです。お出汁教室いかがでしたか？小山さんとこのホームページも概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。今日のお着物、色味が昆布を意識したコーディネート、気づいていただけましたか？帯揚げや帯留めもちょっと昆布っぽいですよね。お着物の柄は麻の葉で、子供の健やかな成長を願うという意味が込められています。着物、帯、小物は中目黒にある着物中屋さんにご提供いただきました。詳しくは概要欄のホームページをご覧ください。では今週もご覧くださりありがとうございました。これからはお料理に限らず日本のことを皆さんにお伝えしていけたらなと思うので、出演してくださるスペシャリストの方がいらっしゃいましたらご連絡をお待ちしてます。Thank you for watching and thank you for subscribing. If you have any request, please let me know in the comments. Thank you. それではまた来週。See you next week. Bye bye.